皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこちら Amazfit バンド7が到着しましたので、早速ね開封レビューの方を行ってみたいと思います。この Amazfit バンド7は約1ヶ月ほど前にグローバル版としては発売されていたんですが、9月の16日に突如ですね、日本国内にも投入されるということで、早速ね Amazon の方で購入をしてきました。価格の方が7980円だったんですが、なんと1000円のクーポンがついていて6980円になっていました。この円安の中にあってお安くなっているなという気はします。それでは早速開封レビューと、そしてファーストインプレッションの方をお届けしたいと思います。それでは本日も行ってみましょう。はい、というわけで開封の前にまず箱の方をねちょっと見てみたいと思います。まず目につきますのは、こちらに安心の技的マークがついていることが分かります。パッケージを開けるにあたりまして、この上の部分ですね、今開けようと思いましたら破れてしまいました。そして後ろの部分も見てみますと、ここもですね開けることができない作りになっています。で、どうやって開けるかと言いますと、なんとここにパッケージの横にスライドさせるつまみがついていまして、ここをね破っていくっていう形になるということです。これはちょっとね嫌な形になってますね。開けますとこんな感じで入ってますね。なんでこんなパッケージになってるんでしょうかね。で、まずね本体が入っています。そして充電ケーブルが入っていますね。そして最後にユーザーマニュアルが入っていました。これがね充電ケーブルになっていますが、マグネット式になっているということです。そして本体になります。今回ね購入しましたのはベージュのモデルになります。ちょっとねこのカメラ越しではホワイトに見えるかもしれませんが、私の肉眼でもね結構ベージュというかホワイトなのかなという感じがします。ではね外観の方を見ていきたいと思います。このディスプレイ触った感じなんですが、非常にツルツルとした感じになっていて、Xiaomi スマートバンド7と同じようなね触った感じの印象になっています。はい、全く同じですね。そしてボディの後ろを見てみますと、ここに Amazfit のロゴが入っています。新しいトラッキング BGG3.0 が搭載されているということです。非常に精度の高いセンサーということですね。そして一番下にね充電ケーブルの金属端子がついています。では装着の方をしてみたいと思います。はい、こんな感じになっています。装着の方はね慣れてしまえばしやすいのかなという感じがします。というわけでこれからね初期設定の方を行って使ってみたいと思います。はい、ベアリングの方ね先ほど終わりまして、このように使える状態になりました。どうでしょうかね。横から見ても、そして下から見ても明るさは約半分になっています。非常にね発色のいいディスプレイになっています。そして上からこのように下ろしまして、この部分左下の部分をタップするといきなりね明るさの項目に飛ぶことができますので、これは意外とね深い階層にないので使い勝手がいいなと思いました。重さになりますね。何グラムぐらいあるでしょうか。今0表示にしました。そして重さを測ってみたいと思います。我が家の測りであれば 28.6g になっています。そして参考になんですが、ファーウェイバンド7ですね、測ってみたいと思います。 28.2g とほぼ誤差に近いですね。そして Xiaomi スマートバンド7も測ってみたいと思います。さすがに軽いですね。こちら 22.8g になっています。そして最後に Redmi スマートバンド Pro も測ってみたいと思います。はい、26.2g になりました。やっぱりね手で持った感じでは Xiaomi スマートバンド7は非常に軽いです。それに対してややずっしりという感じにはなりますが、腕につけてしまうとねほぼ誤差なのかなっていう感じですね。ついでになんですが、画面の表示領域も比べてみたいと思います。こちらがね画面の表示領域になりますね。パッと見ますとね下の部分がややね顎があるという感じでしょうかね。少し全体の縁取りよりもベゼルがやや太めになっています。視野角になりますが、どうでしょうか。横から見たところ、そして上から見たところ、サイドですね。ほぼね見た感じは明るさに依存するのかなという感じですね。ちなみにファーウェイバンド7ともね比べてみたいと思います。左側がファーウェイバンド7になりますが、表示領域はこういった感じですね。ディスプレイのサイズは全く一緒になりますので、表示領域に関してはね、違いはありませんが、ベゼルの幅の違いはややあるのかなという感じがしますが、ファーウェイバンド7の方がややベゼルは細めといった感じですが、比べてみないとわからないのかなっていうレベルになってますね。ほぼ違いはないというふうに持ってもいいのではないかなと思います。Xiaomi スマートバンド7も加えてみましたけど、いかがでしょうか。縦長感がねだいぶ出てると思いますけども、それに対しましてファーウェイバンド7、そして Amazfit バンド7に関しては長方形という感じがね結構際立ってますね。こんな感じですね。ちょっとね青白く見える部分もありますね。
ではこれからしばらく使ってみて、その感想の方をこの後お伝えしたいと思います。では初期設定をして 2,3 日ほど使ってみた上でのファーストインプレッションということでお届けしたいと思います。まず最初に使ってみて良かった点、そしてその後にねちょっとなんだかなといった点もやっぱりありましたので、その点もお伝えできればと思います。スペックには書いていなかったんですが、実はついていたという機能があります。それはスマートアラーム機能ですね。このアラームのところをタップしてみますと、このように設定する画面が出てきますが、例えば8時半にアラームをセットしてあるとします。そうしますとね、次の画面で繰り返し、ここをね一度だけなのか、曜日ごとね毎日なのかとかいろいろ設定することができますが、この一番下のとこですね、オンにするとあなたのバンド、設定した目覚まし時計の30分前にスリープから目覚めるのに最適な時間が計算されます。自然な目覚めをシミュレートして深い眠りから目覚めた後に眠くなるのを防ぎます。最適な時間が計算できない場合、バンドは設定された時間にあなたを目覚めさせますというふうにね、結構ね詳しく書いてあります。このようにねスマートアラーム機能がここにちゃんとついています。ここをオンにしますと設定ができるようになっています。これ先日ご紹介しましたこの Amazfit Band 7のスペック解説の方ではこの機能がついてるっていう風に出ていませんでしたので、これ実際到着してね使ってみた上でついていたのでねびっくりしました。そして良かった点のねもう一つになりますが、ワンタップで測定っていった機能もありまして、心拍数、ストレス、そして血中酸素の飽和度に関しましてはワンタップで測定することができる機能もついていました。これはなかなかねちょっといい機能ですよね。先日ご紹介しましたガーミンのスペック解説の中でも同じような機能があったんですが、なんと Amazfit にもそれがありました。今後これは Xiaomi スマートバンド7とかねファーウェイでも採用していくのかなという機能になると思います。やっぱり一度に測ってしまえばいいわけですので、これは他のメーカーでも採用されていくのかなという気はします。そして良かった点のねもう一つになりますが、これはちょっとね意外な面かもしれませんけど、こういうことですね。このバンド自体と本体ですね、このように外すことができまして、この Xiaomi スマートバンド7と同じ構造になっています。はい、こういう風にね外すことができます。 Amazfit も同じ構造を採用していて、簡単に取り付けもできるようになっていました。はい、簡単に装着することができます。ですのでね、バンドを今後たくさんのサードパーティー製のバンドも含めまして出てくると思いますので、交換自体はすごくやりやすいですね。こちらのバンドと同じ構造になっていますのでね、好きなバンドを今後結構これだったら安く購入できるのかなという気はしますので、 Amazon 等で購入できるようになればね購入するかもしれません。次にですね、バッテリーの持ちに関してなんですが、まだね AOD を使った場合のデータになりますけども、心拍数の測定やストレスとかね、血中酸素の測定とかね、そういったものを全部オンにしてあります。睡眠モニタリングに関しましてもオンになっていますし、呼吸の質ですね、その計測もオンになっています。そしてワークアウトも1時間ほど毎日行っています。こうした上でバッテリーの減りなんですが、 AOD をオンにしてある状態で1日あたりだいたい 20% 減っていくっていう形になりますので、 AOD を使った場合は5日間ほどのバッテリー持ちっていう風になってきます。なかなかですねバッテリーの持ちに関しましてはいいなという感じがしますね。そしてね AOD をオフにした状態ではどうかっていうことになります。ざっくり言いますと1日あたりだいたい 5% の減になります。これねだいぶ違いますよね。それだけ AOD っていうのはね消費電力大きいんだなというふうに思います。1日 5% 減であればだいたい20日間持つ計算になりますので、スペック値で言いますと最大18日間と言っていましたので、もしかしたらね使い方なんだかんだで結局18日間ぐらいになるのかなという感じにはなると思います。今年使ってきたバンドの中では最もねバッテリー持続はいいのかなという感じになっていますね。では後半はですねちょっと使っていてここはなんだかなといった点ありましたのでご紹介したいと思います。使ってみて気づいた点のまず1つ目、それは操作感についてです。このようにスワイプしますと各機能を呼び出すことができます。これはクイックアクセスになりますので、すぐにですねそのホームの左右によく使う機能を割り当てることができます。これは設定の方で調整することができますが、時折ですねこのようにスワイプしていても追従してくれない時があるんですね。今のところいいですけども、なんか突然ですねこのようにこうですね止まってしまう、追従してくれない時があります。
これは時折発生します。ここもそうですね。タッチサンプリングレートが低いのか、リフレッシュレートが低いのか分かりませんけども、反応が悪い時が結構多いんですね。下からスワイプするものに関してはほぼ大丈夫ですね。ただ横、左右に関してのスワイプに関してはその反応が悪いなということが結構あります。そしてこの反応がね悪い時があるということに加えまして、やっぱりですね毎回いろんなバンドを使っていると気づくんですが、統一されていないこの操作画面になっています。今回この Amazfit Band 7は上から下にスワイプしますとコントロールセンターが現れます。これはまあいいのかなという感じはしますね。これスマホライクでいいですよね。そして下から上にスワイプすると各機能に飛ぶことができます。そして左から右にスワイプするとこれ通知の画面なんですね。ここがちょっとね個人的には違和感がありました。通知がなんでここに来るのかなという感じはします。そして右にスワイプするとクイックアクセスですね。設定したよく使う機能を割り振っています。ここまではいいのかもしれませんね。例えばですね、このように設定をね、いろいろいじることができるんですけども、これね、自動調光機能はついてません。このようにいじることができますが、戻ってきた時に最後にこうなりがちですよね。このコントロールセンターから入った時には、このようにやっぱり戻りがちなんですが、実は最後はこのように戻るっていう風にね、何かこう統一感がないんですよね。こちらの設定から戻ってきた時は、こういう風に戻ることができますが、ここから入ってしまうと最後ですねこうやってやりがちですよね。でも結局最後はこうなるということで、何かやっぱり統一感がないこの操作感というのがすごく気になります。そしてね、次に気になった点なんですが、それはですねワークアウト中の画面ですね。この運動をタップして私が行ったワークアウトはウォーキングになります。そしてウォーキングをオンにします。今ね GPS はありませんけども、このようにねウォーキングスタートすることができます。そうしますと運動時間がこのように進んでいっていますが、下の方も見ていますと速度や歩数、カロリー消費っていう表示があります。ただこの画面上でないものがあるんですよ。運動している時にやっぱり欲しいものが一つどうしてもありますよね。現在時刻がどこにも表示されてないんですね。でかといってじゃあホームに戻ろうと思うとこのワークアウト自体を終了させることしかできませんので、現在時刻を確認することができないというね、結構これ致命的なユーザーインターフェースなのかなという気がしました。ワークアウト中に時刻見ないっていう方もいらっしゃると思いますけども、バッテリーの表示でなくここは時刻欲しかったなというふうに思います。もしくは2つね、時刻とバッテリーの残量表示っていうのは欲しかったなという気はしますが、時刻表示がないっていうのはなんだかなっていう感じですね。そして次の点ですね、それはタイマーに関することです。タイマーに関しましては表記がですねカウントダウンという名目になっています。ここをタップしますとデフォルトでですねこの1分から2時間までですねこのように準備されています。例えばですが1分のところをタップします。そうしますとねこのようにカウントダウンが始まっています。この状況ではここにちゃんとね時刻表示はされています。しかしながらですねこの Xiaomi スマートバンド7もそうなんですが、このタイマー起動している時にバックグラウンドに持っていくことができません。他の操作ができなくなってしまうわけです。例えばですね画面を消灯させることはできます。はい、このように画面を消すことはできます。しかしながらタップをしますとね戻ることはできますけども、バックグラウンド上でこれ動いているわけではなく、ただ画面が消えている状態になります。例えば他にね通知を見たいなとか他の操作をしたいなって言った時にそれができないわけですね。ちょっとこれはね正直痛いですよね。これ前倒Xiaomiスマートバンド7もそうだったんですが、バックグラウンドに移行できるようにしてほしいなというふうに思います。そしてね最後の点になります。それは文字盤に関することです。このダイヤルショップっていうところがありますので、ここを見てみますとこのように50種類ほどの文字盤がサンプルとして用意されています。このランキングっていうのはありますけどね、50種類の中でのランキングになりまして、これらはこの Amazfit が準備してくれた文字盤になります。この上から見てみますとね、今ここが1位ですよ、2位ですよ、3位ですよみたいな感じになっていますね。そして私が今使っていますのはこの10位のところになってますね。こちらを使っています。このように下の方見ていきますと、なんか似たり寄ったりのものが結構多いんですよね。そして
この50位のところで止まってしまっていますね。あくまでも Amazfit が準備しているものになりますので、何かこうデザイン性が優れているっていうものはちょっと個人的にはないなという感じがしました。いつもながらね、こういったデザインのものを私はよく使っていますけども、なかなかいいデザインのものがないなというのが正直なところです。なんとかサードパーティー製のアプリでもいいんですけどもね、外部からのデザイナーをね、登用したりしてもっと改善してほしいなというふうに思います。というわけで今回 Amazfit Band 7についてご紹介しました。正直なところ良かった点よりも気になった点の方が多かったので、やっぱりスペックよりも実際使ってみないと分からなかったことが多かったわけですのでね、これがね今後アップデートでいろんな部分ね、先ほどご紹介したワークアウト中に時刻が出てこないとかね、この操作感ですね、このカクつくようなところが改善されてくれたらいいなというふうに思います。というわけで今回は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。